皆様おはようございます。四国地方の鉄軌道路線を全線環状する旅の3日目を始めていきます。今目の前に映っているのは2泊目でお世話になったホテル、播磨屋橋ゲストハウスです。土佐電交通電鉄ターミナルビル前停留場から徒歩圏内にあり、さらに JR 高知駅からも徒歩圏内にあります。私が宿泊した時は1泊2800円でした。大変リーズナブル。今回はここから攻略を始めていきます。よろしくお願いします。ちなみに2日目の旅が終了した段階で、阿佐海岸鉄道、伊予鉄道、土佐黒潮鉄道の鉄軌道路線を全路線環状しています。土佐電交通は5面線のみほぼ全線環状。他の路線は全区間未乗の状態です。高松琴平電気鉄道は1日目と変わらず長尾線と志度線のみ全線環状。琴平線は高松築港仏生山間のみ乗り潰しました。その他 JR 四国は予山線、高徳線、本志備山線、内子線、淀線、麦線を全線環状。土山線は高知久保川間のみ乗り潰しています。さあ、2日経ってもまだ未乗の会社が1社ありますが、果たして3日目で全線環状することができるのか、こうご期待ください。なお、本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さて、ホテルから小道を抜けて大通りに出てきました。道路の真ん中に併用軌道が敷設されているのが見えます。今日はまずこの併用軌道がある通りを徒歩で北上します。路面電車はまだ営業時間外なので、路面電車を使って北上することはできません。ということで歩きました。ホテルから1キロ弱なのでそこまで苦労しませんでした。交差点の向こうに見えているのは高知駅です。ちょうど特急南風号が停車しています。さあ、3日目に最初に乗車するのは路面電車です。案内に従って乗り場に向かいます。土佐電交通の高知駅前停留場は3面2線構造になっています。路面電車の構造上、降車する側と乗車する側を分ける必要があるため、ホームの数が通常より多いです。しばらくして電車がやってきました。おそらく車庫から出庫して北上してきたのでしょう。高知駅前行きの最初の電車が折り返し高知駅前始発の電車になります。シーサスクロッシングを分岐側に通過してこちらのホームに電車がやってきました。3日目1本目の電車は高知駅前停留場を6時19分に発車する桟橋通り5丁目行きです。土佐電交通駅前線をまず乗り潰します。電車に乗車。発車時刻になったら扉を閉めて出発します。さあ、土佐電交通の路線を明るい時に乗り潰します。2日目は夜になってから乗車しており、景色をあまり楽しめなかったので、今回は全力で楽しみます。電車は播磨屋橋停留場の手前まで来ました。ここが土佐電交通の路面電車のジャンクションです。進路開通。複雑に線路が交差する交差点を横断します。交差点を横断した先には播磨屋橋停留場があります。ここで東西に伸びる五面線や伊野線に乗り換えできます。また播磨屋橋停留場到着時点で土佐電交通駅前線を全線環状。土佐電交通の軌道路線の中で最初の全区間環状路線です。電車は播磨屋橋停留場から桟橋線に直通します。高知駅前から発車するほとんどの列車は桟橋線に直通し、播磨屋橋停留場で五面線や伊野線の電車に乗り換えるのが基本となっています。電車は鉄道道路併用橋で鏡川を横断。川を越えた先にも高知市街地は広がっています。桟橋線は全区間沿線が市街地となっています。しばらく進むと進行方向右側に線路が2本分岐した先にあるのは土佐電交通の路面電車の車両基地
桟橋車庫です。桟橋車庫を通り過ぎてすぐのところに終点の桟橋通り5丁目停留場があります。路面電車ではよく見る停留場の直前で複線の線路が1本に収束する線路配線となっています。電車は停留場の手前で停車。これで土佐電交通桟橋線を全区間完乗しました。土佐電交通の軌道路線を4路線中2路線制覇です。運賃を支払って列車から下車します。電車を記念さ、旅客が全員下車したら電車がさらに前に進んできました。終点到着後の取り扱いを知らない観光客である私からするとびっくりします。少し驚かされましたが、終点に到着したら折り返し来た道を戻ります。折り返し作業が完了する前に桟橋通り5丁目の駅名標を記念撮影。扉が開いたので電車に乗車しましょう。桟橋通り5丁目到着から3分後、6時39分定刻で扉が閉まります。桟橋通り5丁目停留場を発車。桟橋線で来た道を戻ります。さあ、ものの数分で播磨屋橋停留場に戻ってきました。先ほど説明した通り、ここで五面線と伊野線に乗り換えできます。運賃200円を支払い、乗り換え券を運転士から受け取って下車。お世話になった電車を記念撮影。横断歩道が青信号になったら一旦歩道に退避します。乗ってきた電車が発車。駅前線と桟橋線の攻略の役に立ちました。ありがとうございました。ダイヤモンドクロス通過時の音が気持ちいいですね。ちょうど対向の電車も交差点のダイヤモンドクロスを通過します。ここが高知県の路面電車の名所の一つとなっています。五面町方面から伊野方面の電車が交差点を通過。電車が縦横無尽に行き交います。さて、時刻は7時を回る頃。次の電車まで30分以上あります。行き交う電車の数は非常に多いんですけどね。高知市街地中心部から離れるほど利用者が減少してしまうため、郊外区間では列車の本数も少なく、かなり待たされることになります。近くにバイキンマンとドキンちゃんの像があったので記念撮影。アンパンマンの作者である柳瀬隆先生が高知県出身のため、至る所でアンパンマン関連のものを見かけます。さあ、交差点に戻ってきたら、桟橋車庫から転生したらスライムだった県のラッピング電車がやってきました。この電車は交差点を左折するようです。おそらく車庫からここまで改装してきた電車でしょうね。交差点をほぼ曲がりきったところで一旦停車。横断歩道を渡る歩行者の通過を待ちます。電車が再出発。そして播磨屋橋の停留場を通過。少し先のところで停車しました。しばらくすると電車の進行方向を逆転させて渡り線を通過。パンタグラフの動きで渡り線を通過しているのがわかるでしょうか。播磨屋橋停留場から五面町方面の電車として旅客営業を開始します。乗降が完了したら出発。交差点を通過します。転生したら土佐電だった県だって。なかなか洒落てますね。さて、乗り換え時間44分を耐え抜いて、ようやく目的の電車がやってきました。電鉄ターミナルビル前停留場を7時34分に発車する伊野行きです。この電車で残りの区間を乗り潰します。電車に乗車、扉が閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は播磨屋橋でございます。電鉄ターミナルビル前停留場を発車し、ダイヤモンドクロスを通過。交差点を通過した直後に五面線、伊野線の播磨屋橋停留場があります。ここの播磨屋橋停留場に到着した時点で
5面線を全線環状したことになります。2日目で5面町停留場から電鉄ターミナルビル前停留場まで乗り潰しましたからね。これで土佐電交通の路線を4路線中3路線制覇です。ここから電車は伊野線に入線します。5面方面の電車が進路を塞いでいるため、渡り線を渡り切ったのを確認して、こちらの電車も素早く発車します。さあ、伊野線の攻略開始です。高知市内は住宅が密集した人口の多い地域を抜けていきます。目の前に見えるのは高知県庁と高知城。しばらく進んで電車は鏡川橋停留場に到着。ここが伊野線の主要駅です。ここで多くの電車が折り返します。鏡川橋停留場にはホームが3つあります。この電車が最初に入線したこちらのホームは降車専用のホームです。当駅止まりの電車が到着した時はこのホームで全ての旅客を降ろし、その後渡り線の奥まで引き上げて折り返します。さあ、鏡川橋停留場で折り返す電車がこちらにやってきました。ご覧の通り渡り線を使って5面方面乗降用のホームに移動します。そして電車の退避が完了したことを確認したら、即座にこちらの電車も移動して伊野方面乗降用のホームに移動します。伊野方面のホームは線路の分岐部にかかるぐらい非常に長いです。鏡川橋の駅名標を記念撮影。ここから路線は単線になります。単線の線路に進入しても良いかの信号を確認。すでに進行現時となっています。道路側の状況を見ながらタイミングよく発車。交差点の手前で停車せずに通過します。そして交差点を通過したら左へ直角カーブ。カーブを曲がったらすぐに鏡川橋を渡ります。鉄道道路併用橋ではなく鉄道単独の橋ですね。両脇の道路橋はどちらかが後から追加で建設されたものなのでしょうか。川を渡った先にはすぐ交差点があります。こちらの信号機もすでに進行現時となっているため、手前で止まらずにここも通過。交差点を越えたら右へ急カーブ。路線バスと右側通行で相対します。左側通行するのが日本の道路交通のルールであるにもかかわらず、右側通行で行き違いとは明らかに異常事態ですが、そうせざるを得ないのには理由があります。ご覧ください。単線の線路が道路の真ん中ではなく右側に敷設されています。路面電車が右側通行せざるを得ないため、自動車が路面電車より右側に対比して行き違うしかないというわけです。しかも途中に列車同士の行き違いができるよう線路が2本に分かれている箇所があります。遠くに対向電車がいるのが見えますね。信号場内の信号はもちろん停止現時。対向電車がやってくるまで動けませんね。さあ、数分待ってようやく行き違います。手順に沿って電車を動かし、信号機が進行信号を現示するまで待ちます。進路開通。右側通行を再開します。それにしてもめちゃくちゃ危ない区間ですね。道幅が非常に狭いため、途中の停留場には安全なホームを設けることができず、白線でしか区切られていません。このような電停は別名ノーガード電停とも呼ばれています。さあ、ようやく線路の両側に道路があるようになりました。しかし電停にホームがないのは変わりません。電車は朝倉停留場に到着。ここでも対向電車と行き違います。対向の電車の前には朝倉停留場の駅長さんがおり、対向電車が間違って進まないようにしています。そしてこちらの電車の正面に来ました。非常に危険な行為ですが、その理由はこちらの電車にタブレットを渡そうとしているからです。朝倉停留場にはタブレット受け渡しのための駅長さんがいます。過去タブレットの交換を忘れたことが何回かあり、それを踏まえ朝倉停留場に駅長が常駐するようになりました。タブレットの受け渡しが完了したら再出発します。朝倉停留場から先ももちろん単線です。そして右側通行も復活。ちょうどよく対向の軽自動車が線路の上を走ってきました。
地元の人なのか手際よく右側に退避しますが、退避した先で対向の自家用車も来ていたのか、一時停止を強いられます。電車は朝倉駅前停留場に到着。もちろんここもノーガード電停。名前の通り、ここで特急列車も停車する JR 朝倉駅に乗り換えできます。朝倉駅前停留場からは車通りの多い道路の脇を走行します。まずは交差点で左へカーブ。左カーブを過ぎると広い道路の右側を走行します。ここは専用軌道になっているため、先ほどの道路と比べると安全度は高いです。しかし歩道はないので歩行者にはあまり嬉しくない構造ですね。電車は国道33号線高知西バイパスの下をアンダーパス。下から見ても分かりやすい4車線のうち2車線しか整備されていない状態となっています。この交差点を過ぎると軌道の状態が突然良くなります。これは架線改修工事に伴い軌道や電停の移設工事を行ったためです。電車は八代通り停留場に到着。そして停留場を出発したらすぐに八代信号場を通過します。こちらは線路が2本に分かれていますが、分岐側の線路は使用停止となっており、分岐機も進路が固定化されています。信号機も撤去され、現在この信号場で行き違うことはできません。さあ、終点の井野停留場に到着です。終点で線路が二手に分岐側に通過します。線路が分岐したとはいえ、特に信号機が設置されているわけではありません。2本目の線路は完全に飾りです。そして終点の井野停留場にも降車側にホームがありません。設備にお金がかけられてなさすぎる。電車から下車。電車から降りてすぐのところは安全地帯ではないので、駅舎まで退避します。井野停留場の駅名標を記念撮影。ここまで連れてきてくれた電車も記念撮影。これで土佐電交通井野線を全線勘定しました。そして土佐電交通の軌道路線を全路線制覇しました。四国地方の鉄道会社を4社完全制覇です。終点の井野停留場には待合室があります。木造古民家を模した平屋であり、上を見上げると天井が高く、大変開放的。待合室には井野町の広報などが置かれるギャラリーが設置されています。また自動販売機とトイレも設置されています。井野停留場にはかつて井野車庫という車庫も併設されていました。しかし列車本数減少により車庫での夜間留置が廃止され、車庫への分岐もなくなっています。現在はご覧の通り鏡川橋方面からやってきた電車がただ折り返すだけ。先ほど説明した通り南側の線路が使われることはほぼないため、実質ただの防線駅になっています。乗り換え時間に余裕があるので、かつての引き上げ線をたどってみましょう。こういう廃線跡を歩いてみるのも面白いはずです。車庫への引き上げ線は今もなお架線とともに残されています。併用軌道であるためか、周りの住宅に溶け込んでおり、路面電車らしい風情があります。少し進んだところにある車庫だったところは、現在駐車場となっており、かつての面影はほぼありません。線路は森の中に消えていくように途中で途切れています。ということで早々に廃線跡の探索は終了。井野駅前停留場まで歩いて戻ってきました。この停留場から2つ交差点を渡った先に JR 井野駅があります。土佐電交通の井野停留場から徒歩圏内にあるため、路面電車より JR を使った方が早く高知市に戻ることができます。JR 井野駅の駅舎に設置されている駅名標は木製。風情があります。しかし駅舎内は木製ではありません。井野駅が細田守監督の映画竜とそばかすの姫のモデルとのことで、その展示が行われています。駅名標も映画のイラストが使われています。こういうのも聖地巡礼の思い出になります。さて、3番乗り場に移動して普通列車の撮影をしようとしたら、発車時刻より少し前に目的の列車が到着してしまいました。井野駅を8時51分に発車する特急足摺4号高知行きです。この列車は対向列車との行き違いの都合で当駅に数分停車します。
使用車両は2000系。昨日特急足摺に乗車した時は2700系だったので、別の形式に乗れてよかったです。さあ、対向列車がやってきました。対向の列車は特急列車ではなく、須崎行きの普通列車です。通常であれば特急列車の速達性を確保するため、普通列車が特急列車を待つはず。朝ラッシュの過密ダイヤゆえのやむを得ない処置でしょうか。普通列車が退避したらすぐに進路が開通し、出発信号が進行現時になります。井野駅を発車。さあ、2日目にも見た光景。高架化された JR 高知駅に到着です。2日目の特急足摺12号と同様、特急足摺4号も2番乗り場に入線します。2番乗り場からホームを挟んで反対側の1番乗り場には、すでに次に乗る予定の列車が停車中です。高知駅に無事到着。ここまで連れてきてくれた列車を記念撮影。そしてホーム反対側の2700系気動車特急に乗車します。 JR 土山線の特急列車はほぼ高知駅で運行系統が分断されており、ご覧の通り乗り換える必要があります。乗車するのは高知駅を9時13分に発車する特急南風8号岡山行きです。列車に乗車。車内の利用者はまだ少なめ。2日目でも撮影しましたが、列車が発車する前に高知駅の駅名標を記念撮影しましょう。これで高知とはおさらばです。いろいろな思い出をありがとうございました。また来る機会があればその時はよろしくお願いします。さあ、出発信号が進行現時になりました。進路開通です。特急南風8号岡山行き発車いたします。ドアが閉まります。ドアから離れてお待ちください。では5面に停まります。ドアが閉まります。高知駅を発車。特急南風の旅スタートです。まずは高知駅の留置線の脇を通過します。留置線には普通列車が2両連結された状態で留置されています。さて、高知駅を出たらすぐに地上を走行するようになります。途中の駅をバンバン通過し、最初の停車駅である五面駅に到着。分岐器を直進側に通過し、2番乗り場に入線します。五面駅の停車時間は短め。五面駅を発車すると進行方向右側に土佐黒潮鉄道五面那覇里線が分岐していきます。2日目は五面那覇里線の乗り潰しをしたため、 JR 土山線はここからが未乗の区間になります。列車は平野部を高速運転。レールのつなぎ目を通過する間隔が短いことが音でわかります。さあ、一番右側の場内信号機が注意現時になっています。五面駅から次の停車駅に到着です。駅構内はコンクリート製の綺麗な枕木に交換されています。ドアが開きます。列車は土佐山田駅に到着。当駅で対向列車との行き違いを行います。対向でやってきたのはこちらの列車と同じ特急南風号。普通列車じゃなくて良かったですね。まあ土佐山田駅からは普通列車の運行本数が著しく減少しますけどね。列車は土佐山田駅を発車。ここから路線の性格が大きく変わります。
土佐山田駅を発車するとすぐに山の中を走行します。ここから列車は進路を東から北へ変え、四国山地を直角に貫きます。地図を見ると路線が大きく蛇行していることがわかりますね。山の中で線路が分岐した先にあるのが秘境駅として有名な新貝駅です。一瞬で視界から消え去りましたが、この駅はスイッチバック構造となっています。高知方面は直接駅に出入りすることができますが、多度津方面は一旦引き上げ線に入線しなければ駅ホームに入線することができません。ただでさえ運転取り扱いが面倒な上に乗降人員が0人であることから、普通列車も一部は新貝駅を通過します。さて、ここで軽食をいただきます。車窓をあまり楽しめない段階で食べるものを食べておき、効率的な時間の過ごし方をする作戦。もちろん山間部は山間部でいい景色が見れる時はありますけどね。列車は穴内川によって形成された谷間に沿って高速走行します。軽食はものの数分で食べきりました。ごちそうさま。さあ、列車は豊永駅通過と同時に対向の特急四万十号と行き違います。JR 土山線は単線の路線のため、基本的に駅でしか行き違いできません。まもなく大御所、お忘れ物のないようお伝えください。列車は大歩駅に到着。これでついに高知県を脱出して徳島県に入りました。徳島県に入って最初の駅が大歩駅です。乗車人員が100人未満となっていますが、すべての特急列車が当駅に停車します。ここで観光客とおぼしき人が下車。少なくとも特急が停車する意義はありそうです。車内から大歩駅の駅名標を記念撮影。次は青池田に停まります。ドアが閉まります。ご注意ください。次は青池田に停まります。大歩駅ではもちろん下車しません。停車時間1分未満で特急南風号は大歩駅を発車します。さて、大歩駅を発車した後も列車は川の谷間に沿って進んでいきます。川の名前は徳島県に入って吉野川に変わっています。川が進行方向右側に移りました。木々に視界を遮られていないので雄大な山々を楽しむことができます。それと同時に列車は小歩駅を通過。比較的いい景色が続きますね。ちなみに目の前にある道路は国道32号線です。国道32号線のおかげで木々が伐採され、いい景色が続いていると言っても過言ではありません。国道32号線の存在に感謝。まもなく淡池田、穴吹、福島方面へお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。列車は徳島県三好市にあるもう一つの特急停車駅、阿波池田駅に到着です。当駅が三好市の中心地にある駅、阿波池田駅には JR 土山線しか乗り入れていませんが、乗り換え駅として機能しています。阿波池田駅では特急南風号同士の行き違いを行います。対向の特急南風号はアンパンマン列車でした。ちなみに遠くに特急剣山のキハ185系が停車していますが、乗り換えません。ドアが閉まります。阿波池田駅の次は通過駅の佃駅。当駅で JR 徳島線が分岐します。佃駅に特急南風号が停車しないため、隣の阿波池田駅で乗り換えるのが一般的です。佃駅を通過するとすぐに吉野川を横断。これで徳島県の大河川とはお別れです。 JR 土山線は阿波池田駅周辺で一時的に東西移動を行いますが、しばらくすると再び北上します。列車は讃岐山脈を越え香川県に入りました。香川県に入ってようやく山越え完了です。列車の速度は時速 115km。山間部を走行していた時より明確に速くなりました。さあ、列車は間もなく琴平駅です。琴平駅は2面4線の駅です。さらに駅構内が直流電化しています。列車から下車。
琴平駅の駅名標を記念撮影。この度初の琴平駅訪問です。高知駅からお世話になった特急南風8号のお見送りをしましょう。5両編成だったんですね。高知駅では先頭車両同士で乗り換えたので何両か分かりませんでした。さて、こちらが琴平駅の駅舎内。中にセブンイレブンがあります。外観はご覧の通り。琴平は町西部に金平山の総本山である琴平宮があるため、駅舎もそれに合わせた木造になっています。2017年に改修工事が行われた比較的新しい駅舎ですが、しっかりと和を感じさせてくれます。駅舎の撮影が完了したらホームに戻ってきました。電光掲示板には次に乗る予定の列車が表示されています。さあ、列車がやってきました。琴平駅で折り返し、来た道を戻ります。乗車するのはまたしても特急列車。琴平駅を11時ちょうどに発車する特急南風5号高知行きです。高知行きの列車も5両編成でした。琴平駅で多くの人が降りていきます。琴平周辺が観光地として人気であるのが伺えますね。琴平駅発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。琴平駅でかなり下車したにもかかわらず、自由席の利用者がまだまだいます。列車は琴平駅を発車。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急南風5号淡池田方面高知行きです。この列車はこれから先山間部を走行いたします。そのため車内は時折大きく揺れる場合がございます。ご乗車のお客様、車内の揺れにご注意ください。さて、すでに乗り潰した区間なので吉野川横断まで一気にカット。香川県から徳島県に戻ってきました。折り口は左側です。開きますとお降りの際お足元にご注意ください。まもなく淡池田に着きます。特急列車徳島方面ご利用のお客様、次の淡池田駅お隣3番乗り場からの発車です。列車の乗り間違いないようご注意ください。列車から下車。淡池田駅より南は乗り潰しているので当然乗り換えます。淡池田駅の駅名標を記念撮影。1回目の訪問で撮影できなかったのでここでしっかり記録します。そしてホームを挟んで反対側に停車しているこちらのキハ185系に乗車します。特急南風8号乗車時にも遠くに見えていたこの列車に琴平淡池田間を乗り潰した上で乗車します。淡池田駅を11時30分に発車する特急剣山6号徳島行きです。列車に乗車。自由席はガラガラです。さあ、発車時刻になりました。扉が閉まります。淡池田駅を発車。まずは JR 土山線を少しだけ進みます。さて、目の前の場内信号が分岐側に進行現時です。制限速度 55km で分岐器を分岐側に低速で通過。最初の駅、佃駅を通過します。先ほど紹介した通り、当駅が JR 土山線と JR 徳島線の分岐駅です。特急剣山は佃駅から JR 徳島線に入線して徳島駅を目指します。ここからがこの列車での乗り潰し区間。駅構内の分岐器をすべて通過すると列車は再加速します。
JR 徳島線は全区間が徳島県の大河川吉野川に沿って線路が敷かれています。そのため山の中を走行することはほぼなく、基本的に平野部を走行します。特急剣山の車内でご覧のようなポストカードをいただきました。バースデー切符を検察の際に車掌さんに見せたら、後ほど記念にということだそうです。ポストカードには JR 高徳線吉野川橋梁を渡る列車のイラストと、同じく JR 高徳線の大阪峠を越える特急列車のイラストが描かれていました。車掌さんは非常に親切な方で、いろいろお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。さあ、列車は貞光川を横断。吉野川を下流に向かって進んでいきます。ATS のベルが鳴動。列車は美馬市の代表駅、穴吹駅に到着します。徳島駅から当駅止まりの普通列車が一部存在します。ホーム反対側に停車している車両はまさしくその穴吹駅で折り返し徳島駅になる普通列車です。穴吹駅に到着。下車客がいます。穴吹駅での停車時間は短め。乗降が完了したら即座に扉が閉まります。車掌から乗降完了のブザーが鳴ったら、運転士が列車を動かし始めます。穴吹駅を発車。徳島市街地に少しずつ近づいていきます。さて、穴吹駅発車時点で12時を回りましたので、ここでお昼ご飯をいただきます。琴平駅にあるセブンイレブンとお土産屋さんで購入しました。パスタサラダとまんじゅうです。穏やかに流れる吉野川を見ながらいただきます。まず最初にいただくのはまんじゅう。パッケージを開いて一つ取り出しました。一口サイズの大きさ。舐め回すように記念撮影します。さあ、包みを開いていただきましょう。甘くてとても美味しいです。お腹が空いていたのでどんどん口に進みます。ということで、あっという間に完食しました。ごちそうさまでした。さて、またしても ATS のベルが鳴りました。特急列車が停車する規模の大きな駅に到着します。2面3線構造、3番乗り場に普通列車が停車しています。停車直前に駅名標を記念撮影。阿波川島駅に到着。当駅から普通列車の運行頻度が30分に1本まで高まります。そして当駅で対向の特急剣山と行き違い。対向の列車は3両編成です。さらに中間車はアンパンマンラッピングが施されています。JR 四国管内どこでもアンパンマンの姿を見ますね。進路開通。阿波川島駅を発車。徳島線を3分の2乗りつぶしました。阿波川島駅を出ると吉野川が車窓から消え、平野が広がるようになります。ここからは吉野川とは少し離れたところを走行します。列車の速度は時速100キロ超。さらに加速して時速110キロに到達しようとしています。JR 徳島線は片田舎のローカル路線と思っている人が多いかと思いますが、最高速度は高く、徳島県内を高速移動できます。さあ、JR 徳島線の線路が地上から高架へと移りました。場内信号は直進側に進行現時。佐古駅を通過。徳島駅の一駅手前のこの駅が JR 徳島線の起点駅です。これで JR 徳島線を全線完乗しました。JR 四国の路線を9路線中7路線制覇です。佐古駅を通過したため自動的に JR 高徳線に入線します。終点の徳島駅の場内信号は当然多数設置されています。右から2番目の信号機が注意現時。ATS のベルが鳴動しました。このベルの音を聞くと終点に来たことを実感しますね。
分岐器を複数通過して2番乗り場に入線します。所定の位置に停車。徳島駅に無事到着。駅名標を記念撮影。特急剣山を全区間乗車しました。いい思い出になった。ここまで連れてきてくれた列車も記念撮影ありがとうございました。さて、徳島駅周辺を撮影するために一旦改札を通過します。1日目の動画で県の代表駅の中で自動改札機がなかったのは松山駅だけだと言いましたが、徳島駅にも自動改札機がありませんでした。この場で訂正させていただきます。こちらが徳島駅の駅舎内、大型商業施設の中にいるような雰囲気です。一部分だけ天井が高いところとかもまさにそうですね。駅舎の外に出てきました。こちらが徳島駅の外観。徳島県の鉄道交通の中心となっている当駅ですが、その他に多くのバスがここに乗り入れているため、ここから全国各地に移動することができます。さあ、改札を通ってホームに戻ってきました。次の列車は1番乗り場から発車します。こちらがその列車。徳島駅を13時4分に発車する普通列車の鳴門行きです。車内はご覧の通りの立ち客が発生するレベルの混雑となっています。昼間は1両で妥当な輸送力と言えそうです。高松方面から特急うずしおが到着しました。この列車が到着すれば進路が開通します。徳島駅を発車。この列車で徳島市街地を脱出します。まずは低速で分岐器を複数通過。特急うずしおに乗車した時と同様、右側の線路を走行します。そして佐古駅に到着。この旅で3回目の訪問ですが、3回目でようやく停車します。JR 徳島線とお別れ。素敵な思い出をありがとうございました。列車は吉野川を横断します。下流だと非常に川幅が広い吉野川。普通列車だと特急列車より低速なので、渡りきるのに時間がかかります。しばらく進むと1日目でも見た場内信号を通過します。今度は一番右側の信号機が注意現示。ATS のベルが鳴動しました。4番乗り場に普通列車が停車しており、こちらの到着を待っています。池の谷駅に到着。駅名標を記念撮影。この列車は当駅から JR 鳴門線に直通します。ここからがこの列車で新規に乗り潰す区間。出発信号はすでに進行現示。池の谷駅を発車。JR 鳴門線攻略開始です。とは言っても JR 鳴門線は沿線に特に何かがあるわけではありません。編集でカットして次は終点の鳴門駅。終点の鳴門駅は一面2線の駅です。朝ラッシュの本数増に耐えられるようになっており、さらに観光列車や臨時列車が入線する場合でも十分に余裕を持った対応が可能となっています。車止めの少し手前のところで停車。列車はここが終点なので当然下車。鳴門駅に無事到着したので駅名標を記念撮影します。これで JR 鳴門線を全線完乗しました。JR 四国の路線を9路線中8路線制覇です。鳴門駅のホーム上には鳴門の街を紹介する標柱があります。鳴門市といえば鳴門海峡で発生する渦潮と鳴門金時芋が有名な街です。鳴門駅は有人駅。改札で切符を係員に見せます。鳴門駅の駅舎を出た後の風景はご覧の通り、駅前にしっかりロータリーが整備されています。こちらが鳴門駅の駅舎の外観。駅舎の色に青が使われているためか、夏の暑さと相まってなんとなく海に近い駅という雰囲気があります。鳴門駅のロータリー内には休憩室と足湯があります。足湯がある駅なんて珍しいですね。早速行ってみましょう。こちらがその足湯。なんと無料開放されています。
入らない理由がないですね。一応タオル自販機があります。1枚100円と非常にお安くなっております。さあ、私の汚い足を湯に投入。程よく暖かいので非常に気持ちいいです。結局3分で足を出すことになりました。非常に短いですが、まあ仕方ない。自販機で買ったタオルで足を拭きます。いやー、非常に気持ちよかった。今度来るときはもっとゆったり長めに浸かりたいですね。ありがとうございました。さあ、鳴門駅に到着した後もまだ未乗の路線が残っていますので、駅に戻りましょう。折り返しの列車は鳴門駅を14時3分に発車する普通列車の徳島行きです。徳島駅から鳴門駅まで来た車両と同じ車両で戻ります。列車に乗車。発車時刻になったら扉が閉まります。鳴門駅を発車。約23分滞在していました。足湯を楽しむ程度の余裕がありました。ありがとうございました。本日の JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は徳島行きワンマン列車です。安全運転のため走行中は運転士に話しかけないようお願いいたします。さて、袋でも乗り換え可能駅まで編集でカットします。場内信号は注意現示。鳴門方面から来た時は4番乗り場にしか入線できません。池の谷駅に到着。袋でも池の谷駅で対向列車と行き違い。日中は池の谷駅で行き違うようにダイヤが組まれているようです。列車から下車。階段を上りましょう。跨線橋からの眺めが非常に良いです。架線がないので列車をきれいに撮影することができます。お世話になった車両が徳島方面に発車。JR 鳴門線の乗りつぶしに役立ってくれました。ありがとうございました。池の谷駅で下車したということは、当然 JR 高徳線で高松方面に向かいます。現在時刻は14時25分。乗り換え時間約10分で特急に乗り換え可能です。それほど待たないうちに目的の列車がやってきてくれました。池の谷駅は上から綺麗に列車を撮影できるので、いつもと違ったアングルで撮影できるのが楽しいですね。乗車するのは池の谷駅を14時32分に発車する特急うずしお18号高松行きです。乗り遅れないように素早く階段を降ります。列車に乗車。ドアが閉まります。池の谷駅を発車。すでに乗りつぶした JR 高徳線で次の未乗路線に向かいます。ドアが開きます。列車から下車。降り立ったのは志戸駅です。この度2回目の志戸駅下車。特急列車のお見送りをします。乗り換え時間に余裕があるのでしっかり撮影します。ここまで連れてきてくれてありがとうございました。さて、高松駅まで向かわず、なぜ志戸駅で降りたのか、それは後ほどわかります。とりあえず、琴電志戸駅に向かいましょうか。到着、琴電志戸駅。この度2回目の琴電志戸線乗車。琴電志戸駅を15時34分に発車する普通列車の河原町行きです。琴電志戸線といえば車窓に見える海。一瞬とはいえ2回目の志戸線乗車でもしっかり撮影します。さあ、下車駅に到着です。河原町駅で下車せず途中の駅で下車します。下車したのは八栗駅です。ここまで連れてきてくれた列車をお見送り。
列車が過ぎ去ったら構内踏切を渡れるようになります。改札を通過して駅舎の外に出てきました。年季がこれでもかと入っている八栗駅の駅舎。志度線以外乗り入れ路線がない八栗駅ですが、なぜこんなところで下車したのでしょうか。それにはちゃんとした理由があります。とりあえず目的地まで徒歩で向かいましょう。目的地までのルートは Google Earth ですでに検索済みです。ルートは地図をたどれば良いとして、問題は歩く距離と時間。1.7km もあり、約30分かかる模様です。基本的には県道146号線で北東方向に進んでいきます。時刻は16時を回ったところ、夕方になり気温は少し下がりましたが、それでも夏真っ盛りの8月は夕方でも暑いです。最終日の3日目の最後の最後でこんな大変な移動を強いられるとは、四国地方のすべての鉄道路線を制覇するのはめちゃくちゃ大変だと当時は思っていました。今となってはたかが片道 1.7 キロ程度なんて大したことないと思いますけどね。その理由については後々の動画で言及します。しばらく進むと急な坂道になりました。地図からでは分かりづらい高さ方向の変化。あっさり 1.7km を歩けるかと思いましたが、思わぬ障害です。しかし目的地までしっかり登り切りました。ここまで来たら体力よりも気合の問題ですね。ということで、こちらが八栗ケーブルの麓の方の駅、八栗登山口駅です。駅舎に入って往復乗車券を購入しました。大人1人1000円です。さあ、改札時刻となったので係員に切符を切ってもらいます。こちらが八栗ケーブルの車両。1964年に再開業した際に日立製作所で申請した車両を現在も使用しているため、昭和感がこれでもかというぐらい漂っています。出発時刻は16時30分です。ケーブルカーに乗車。車内に人はいません。発車時刻になりました。扉が閉まります。発車合図のブザーが鳴ったら発車します。ケーブルカーが八栗登山口駅を発車。少しずつ急勾配を登っていきます。路線の中間で対向のケーブルカーと行き違い。輸送力を倍増させるため、ケーブルカーにはあるあるの光景ですね。さあ、ものの4分で終点に到着です。非常に短いケーブルカーでした。ケーブルカーから下車。ケーブルカーを記念撮影。これで八栗ケーブルを乗りつぶしました。朝海岸鉄道、伊予鉄道、土佐黒潮鉄道、土佐電交通に続いて5社目の全路線制覇会社です。駅舎の外に出てきました。こちらが八栗三条駅の駅舎。反対を向くと目の前には八栗寺の鳥居があります。この鳥居を抜けると八栗寺の境内に入ります。そもそも八栗ケーブルは今目の前に見えている八栗寺への参詣のために建設された路線です。当初予定ではケーブルカーで登った後、神社を一通り見学し、なんならここで撮影を終了するはずだったのですが、残念ながらすぐに折り返します。再び有人改札を通過。同じ車両で麓に戻ります。八栗ケーブルは15分ごとに発車しているため、次の発車は16時45分です。八栗三条駅を発車。帰りも4分かかります。結局滞在時間はわずか11分でした。今度来るときはゆっくり参拝したいですね。さあ、ケーブルカーは急勾配を下っていきます。側面展望だとその急勾配ぶりがよくわかりますね。路線の中間でまたも対向車両と行き違い。上りはやはり無人でした。まあケーブルカーの営業時間の終わり際に登ろうとする人はいないわな。本日は八栗ケーブルをご利用いただきまして誠にありがとうございました。
すみません、全く参拝してなくて。ほんとすみません。ドアは内側に開きます。オレンジ付近の方は一歩下がってお待ち願います。ケーブルカーから下車。ヤクリケーブルの往復完了。お世話になりました。ありがとうございました。さて、ヤクリケーブル往復後はタクシーなどには頼らず徒歩で下山します。ここからまたヤクリ駅まで 1.7km の道のりです。下山時は麓の高松市街地を遠くに一望できます。大変良い景色。ヤクリ駅に戻ってきました。30分近く歩いていたところは編集でカット。たかが片道 1.7km とはいえ、過去の自分によく頑張ったと褒めたい。十分疲れた。改札通過。構内踏切を渡ります。構内踏切なんてローカル線としていて風情がありますね。さあ、電車がやってきました。ヤクリ駅を17時27分に発車する河原町行きです。この電車で1日目乗り潰せなかった区間を乗り潰しに行きます。電車に乗車。乗降が完了したら扉が閉まります。河原町駅に無事到着。階段を上って乗り換えます。河原町駅の乗り換え時間は15分。乗り換え距離は長いですが十分余裕があります。階段を下りましょう。18時台なのでホーム上で待っている人が多いです。電車がやってきました。もう一度琴平線に乗車します。河原町駅を18時4分に発車する普通列車の琴電琴平行きです。電車に乗車。扉が閉まります。さて、車内はかなり混雑しています。地方ローカル線とはいえ、帰宅ラッシュとなるとさすがにそれなりの混雑になるようです。これは乗客がいくらが減るまで我慢ですね。電車は順調に進んで仏生山駅に到着しました。1日目は輸送障害のせいでここで折り返さざるを得ませんでした。今度は2番線に入線し、仏生山駅より先に運転してくれそうです。仏生山駅は車庫併設駅です。当駅止まりの列車が設定されるため、必然的に当駅の利用者が多くなります。車内が一気に空きました。まだ座席が大方埋まっている状態です。仏生山駅を発車。ここからが今回の旅でまだ未乗の区間です。列車は順調に一宮駅に到着。1日目は仏生山駅と当駅の間で保安装置が故障しましたが、すでに復旧して通行できるようになっています。そして当駅で対向列車と行き違い。左側のホームと線路は折り返し用の発着線です。さあ、順調に進む琴平線の乗り潰し。もう輸送障害に当たりたくない。このまま何事もなく乗り潰させてくれ。電車は岡本駅に到着。ここでも対向電車との行き違いをします。まあ、琴平線は15分サイクルのパターンダイヤなので、単純計算で 7.5 分に1回行き違うことになるんですけどね。高松市から離れれば離れるほど住宅は少なくなってきます。場内信号が警戒現時。岡本駅から約7分でまた対向電車との行き違いを行います。次の行き違い駅は末駅です。そして滝宮駅でも行き違い。この電車はおそらく滝宮駅折り返しの電車のはず。最後の行き違い可能駅は狭間駅。場内信号は進行現時。しかし出発信号は停止現時。普通なら注意信号を挟むはずですが、どういう信号システムになっているのか個人的に気になる。さて、電車は間もなく終点に到着します。終点の手前では左へ急カーブ。低速で通過します。
そして同時に JR 土山線の下をアンダーパス。場内信号は1番線側に進行減時。車止めのギリギリ手前まで進んで停車します。琴電琴平駅に無事到着しました。1日目はここまで来ることができませんでしたが、3日目でようやく琴平線を全線環状です。そして高松琴平電気鉄道を全路線全区間環状達成です。残り未制覇の会社は1社だけとなりました。乗り換え時間が短いので次の列車が発車する駅まで急ぎます。ほんのわずかですが琴平の街並みを体感。琴電琴平駅からわずか3分で到着しました。JR 琴平駅です。琴電と JR は駅舎が完全に別個となっていますが、徒歩で乗り換えることが可能です。今日2回目、日没後の訪問ですが、日没後は日没後でまた雰囲気があって良いですね。改札通過、無人となっています。さあ、ここまで動画を見続けてくれたあなたなら、この列車が最後の乗りつぶし列車であることはわかるでしょう。琴平駅の1番乗り場から発車するこの列車は、19時10分に発車する普通列車の多度津行きです。JR 土山線は多度津琴平間のみ直流電化されているため、電車が使用されます。発車時刻になったら電車の扉が閉まります。琴平駅を発車、JR 四国の最後の未乗区間を乗りつぶします。琴平駅を出てしばらくすると進行方向左側より線路が1本近づいてきました。JR 予算線です。電車は無事最終目的地の多度津駅に到着です。1番乗り場に入線します。2の停止目標に合わせて停車。電車から下車。お世話になった電車を記念撮影。これで JR 土山線も全線環状しました。JR 四国が管轄する全9路線完全制覇です。さらに四国地方の鉄軌道路線を全路線全区間環状、3日目で達成しました。チャレンジ旅を無事完遂した記念に多度津駅の駅名標を記念撮影。奥には特急潮風が停車しています。さて改札の外に出てこの旅の総括といきたいところですが、残念ながら次の予定があるので断念します。8600系に乗車しながら総括しましょう。まず結論から申し上げますと、四国地方の鉄軌道路線を全路線乗り潰すには最低3日必要です。当初計画で2日半程度で完乗予定でしたが、輸送障害のせいで予定より少し長くなってしまいました。今後仮に何かしら新規路線が建設開業したとしても、基本的には3日以内に全路線を乗り潰せるでしょう。ちなみに JR 四国の路線だけを攻略対象にすると、全線環状するのに1日半程度かかります。 JR 四国の路線長が 853.7km であり、近鉄の 501.1km よりかなり長いので、1日で到底乗り潰せないのは明白と言えます。これだけ路線が長いのに近鉄よりも利用者が少ない非効率的な経営を強いられるわけですから、いかに経営環境が悪いかが伺えますね。四国島内に新幹線を建設して経営を改善すべきだという声もありますが、それでどれだけ改善するやら、他人事のように聞こえるかもしれませんが、今後四国地方の鉄軌道の発展を心より祈っています。ということで今回の動画は以上。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら X などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。またチャレンジ旅のリクエストも受け付けております。こんな旅をしてほしいというものがありましたらコメント欄にてぜひご提案ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今回の旅の続きはすでに動画としてアップロードしていますので、
こちらもぜひご覧ください。概要欄やコメント欄にリンクを貼っておきます。ではでは。